はい YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日は緊急で動画を撮影しております。本日は皆さんに一つご報告がございます。なんと私、今週末、札幌で行われるNiziUのコンサートを見に行くことが決まりました。本日はそのご報告でございます。事の経緯を簡単に申し上げますと、ぶっちゃけ私、今年のNiziUのコンサートは見に行くつもりはもともとありませんでした。というのは理由は2つあって、1つ目はお金がないからです。今年NiziUはなかなかコンサートツアーの発表を行えませんでした。その代わりNiziUは精力的に全国各地の夏フェスに参戦していました。実際北海道の岩見沢で行われたジョインアライブに来るっていうから、私はわざわざ岩見沢まで見に行きました。その理由はNiziUがコンサートツアーの発表をしないからです。ところがジョインアライブが終わって2週間後くらいから今回のコンサートツアーのファンクラブ会員の先行申し込みが始まりました。これが理由の2つ目です。運営のやり方が卑怯すぎるからです。運営側としては結構前からツアー開催は決まってたんですよ、きっと。それにもかかわらず夏フェスでファンのお金を稼ぎつつ、その後コンサートの開催を発表。これずるくないですか？というのはNiziUのファンって老若にゃんにょなんですよ。この先ほどのジョインアライブの動画をご覧いただいてもわかるように、NiziUファンの小学生の女の子とその母親とばあちゃんが私の横で一瞬映ってるシーンがあるんですよ。でも小学生やばあちゃんにはフェスは無理です。実際そのシーンを見返してみると、NiziUの登場までまだ3時間ぐらいあった時間帯で、しかし芝生席は全て埋まっている。アリーナで3時間立ちっぱなしで待つ？どうしようという表情を3人がしてるんですよ。だからNiziUは席が決まっていないコンサート向きではないんですよ。だからNiziUはもっとファンに合った楽曲とコンサートスタイルを行うべきだと私は思います。そうした運営側への抗議の意味を込めて、今回のツアーは私は見に行かないと心に誓ったのでありました。そして事実、私はもうNiziUのファンクラブの会員ではありません。NiziUのファンクラブもですね、年会費と月会費の2種類があって、少しでもファンからお金をむしり取ってやろうと考え方がもうせこいんですよ。NiziUのコンサートは先週の11月23日から始まりました。ツアーが始まると SNS にいろいろと情報が出てきます。初回が福井で、その次が我らが札幌なのは私は知っていました。そして何気なくNiziUのファンクラブサイトの誰でも見られるチケット情報をこう見てみたら、表面上では完売とはなってるんですけども、裏ではリセール販売されてるんですよ。単純に都合が悪くなったとか、あと複数人でチケットを購入し場所の悪い席を売りに出したとか、理由はいろいろあると思います。今回のチケットサービスは去年まではローソンチケットだったんですけども、今回はチケットピアになります。そしてなんとですね、チケットピアのリセールでは事前に座席位置がわかるんですよ。画面に表示されてるんですよ。これ良くないですか？通常ファンクラブの先行申し込みをしても座席位置は選べません。どこになるかはコンサートの始まる1週間前まで分かりません。だからファンクラブ会員だからといってアリーナ席になる保証もなく、スタンド席になるかもしれません。去年私はメインステージと中央の花道の角のここの紙席をゲットすることはできましたが、ところがチケットピアのリセール販売では座席位置を選べるんですよ。繰り返しになりますが、ちなみにこれローソンのリセールでも同じなのでしょうか？ご存知の方がいたら教えてください。そして昨日私はそのリセールの中から席を一つ購入してしまいました。
先に料金をお話しますと、チケット代が12,500円、それに手数料が1,630円、合計14,130円になります。はっきり言って高いです。先ほど私はお金がないとお伝えしましたが、私はコンサートを見に行くことにしました。理由は、私もいつまで生きていられるかわからないので、来年はNiziUのコンサートを見られないかもしれない、そう思ったからです。そして行くことを決定づけたのが、購入できた座席位置です。肝心の私の座席位置を発表しますと、私の席はアリーナの C4 ブロックになります。リセールでは席が選べるので、まさか2階スタンド席は選ばないでしょう。会場は去年と同じ北海北 L になります。私の予想では、アリーナ席はステージから順に A ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロックになると思います。E ブロックからはスタンド席になるでしょう。これを聞いて、A ブロックや B ブロックじゃないの？全然前じゃないじゃんと思うかもしれません。確かに A ブロックのリセール出品はほぼありません。でも先週福井で行われたこちらの座席表をご覧ください。サンドーム福井は円形のため、アリーナのブロックは A、B、C までしかないようです。札幌の北 L は楕円形なので C の次の D まであります。ここで注目すべきは、今回もこのようにセンターステージがあることです。しかもそのセンターステージが B ブロックの奥深くまで来ているように見えませんか？私の席は C4 ブロックです。多分ブロックは1から7までだと思われるので、 C4 ブロックは中央になります。さらに私はその C4 ブロックのなんと1列目をゲットすることができたのであります。つまり私の前は通路、これがでかい。どうです？これ結構良い席だと思いませんか？だから下手したら B ブロックを挟んだ10列ぐらい前にセンターステージがあるかもしれないんですよ。私はチケットを昨日購入しましたが、その数日前からチケットピアでチェックはしていました。なので昨日この席を見つけた時、もうここだと思ってすぐに申し込みしました。申し込みの際は焦りましたね。なんせ初めて利用するチケットピアだったので、恒例の新規登録から始まってクレジットカードの情報も登録してと、かなり手こずりましたが無事買いました。こうなってしまうとファンクラブ会員になってどこが当たるかわからない席を買うっていうのもなんか切ない感じがしますね。そう思いませんか？ただし当然ファンクラブ会員になれば特典ももちろんあります。その一つを申し上げますと、コンサート会場でやっているくじを引けることです。一等が当たればNiziUのメンバーに会える、あれです。残念ながら今回私はただの一般人なので、コンサート会場ではくじを引くことはできません。なので今回はグッズだけを買おうと思っています。札幌公演は2日間ありますが、私は2日目の12月1日日曜日の1日だけ参戦しようと思ってます。その1日を存分に楽しもうと思ってます。ここで追加情報が入りました。X でNiziUのコンサートの座席予想をしているNiziU座席予想さんが今回の北 L の座席予想を発表した模様です。こちらをご覧ください。やはり私の予想通りとなりました。私の席はちなみにここです。私の10列先にセンターステージがあります。黒い部分はステージと通路でしょう。なのでセンターステージの前ギリギリまではメンバーは来れませんが、かなり近いと思います。もちろんその距離でも当日私は双眼鏡を持参し、NiziUのメンバーの顔と見たいと思います。ちなみにこの座席表を用いて去年の私の座席を表しますと、1日目がここ、そして2日目がここと、とてもものすごい良い席のように思いますが、去年NiziUはメインステージとセンターステージの半々で歌ってました。
それなので A ブロックの人たちはコンサートの半分はモニターかメンバーの後ろ姿しか見れていないのです。実は A ブロックってそんなに良い席ではないのです。なので今回の C4 ブロックは大いに期待しちゃいます。そして最後に11月30日、12月1日の2日間参戦を考えている20代、30代の女性の皆さん、宿の手配はお済みでしょうか？私は札幌で 4LDK の家に親父と2人で住んでます。なので部屋が余ってます。ホテル難民にならないよう、もしよかったらお安くお止めしますよ。ということで本日の動画は以上です。それでは皆さん、当日会場でお会いしましょう。バイバイ。